こんにちは、ケイスケです。僕は今モンパルナスタワーの前に来ています。このモンパルナスタワーは59階建てのオフィス用高層ビルで、高さは210メートルあります。1973年に建設されたということで、落成から50年近く経つことになるんですね。建築条件の厳しいパリ市内では珍しい高層ビルです。ということでちょうどいい機会なので、これからこのすぐ横にあるモンパルナス駅に少し寄ってみようと思っています。この SNCF の文字が目印です。高速鉄道 TGV が発着するパリの主要な駅の中では唯一外観が近代的な駅です。サンラザール駅を出てオペラ座のあるオペラ通りを通ってルーブル美術館サンジェルマン・デ・プレを通過する95番のバスはこのモンパルナス駅の脇に止まります。より多くの光を取り入れるために建物を囲んでいたコンクリートの壁を高さ 3.8 メートルのガラスの壁に置き換えています。ちなみにこの設計を担当したのはエアフランスのラウンジやジュエリーのヴァンクリファペル、マカロンのピエール・エルメ、それから料理人のアラン・リュカスの店舗設計にも関わった設計事務所です。このモンパルナス駅は西フランスとパリを結んでいて、ブルトン人の駅とも呼ばれています。でも確かにこの近辺にはクレープ屋さんがひしめき合っているんですよね。実はこのモンパルナス駅、4年半の歳月と1億5000万ユーロの費用をかけて改装され、この2021年9月24日に落成されたばかりなんです。この改装では特にスペースの再編成が行われていて、店舗や関連するサービスエリアを3倍拡張したそうで、それにより乗客の流れも改善されたそうです。15基のエスカレーターと2基のパノラマリフトが新設されています。このフランスで4番目に大きいモンパルナス駅は、その商業施設の 40% をレストランが占めているそうです。僕はもともとあまり使うことがなかったので以前の姿をしっかりとは覚えていないんですけど、グレー色のコンクリートの部分がとても多くて、何か薄暗いイメージでした。ボルドーにシャルトル、ナント、それからブレスト、トゥールーズ、レンヌと一度は耳にしたことがあるフランスの街の名前がありませんか？では少し駅構内に行ってみましょうか。改装されたばかりとあってかなり綺麗になっています。このエリック・カイザーと日本にも数十店舗あるメゾン・カイザーは関係があって、木村修一郎さんというアンパンでおなじみの木村屋総本店さんのご子息がエリック・カイザー・ジャポンという会社で展開していることで有名です。現在は年間7700万人の乗客が行き交う大きな駅ですが、2030年には年間9000万人に達する利用客を見込んでいるそうです。ちなみにこの利用者7700万人のうち1600万人は電車には乗らずに買い物や飲食で駅を利用する近隣住民で、こういった現象はフランスの都市の中心部にある駅で2000年頃から始まったそうです。この電車は数々のお城で有名なロワール地方とパリを結んでいます。この改装で飲食店の数は13店舗から40店舗へと3倍に増えました。今回の改装で800人の雇用が創出されたそうです。人件費の削減が進む中でこういった雇用の創出はどこの国でも重要な課題の一つになっています。パリとフランスの西の都市をつなぐ TGV です。駅構内には28のホームがあります。このモンパルナス駅の長距離旅行者が駅で過ごす時間は平均46分だそうで、駅構内の店舗経営にとってはその時間をいかに収益に結びつけるかということが鍵となっています。この右側に見える高架はメトロ2号線です。ということで今度は現在の北駅をご紹介しようと思って来てみました。現在は夕方の5時で気温は7度です。途中何かの撮影現場に遭遇しました。
ここをくぐって突き当たりを左に曲がると北駅の正面です。駅に沿ってタクシーが連なっています。この先がタクシーの乗降場所になっているんです。そういえば空港でも駅でもよくタクシーと言って近づいてくる人たちがいるんですが、彼らはいわゆる白タクなので気をつけてくださいね。本物のタクシーの運転手は客引きはしません。どこの国でもまあそうなんでしょうけど、基本話しかけて近づいてくる人には要注意です。警戒しすぎるのも何か少し寂しい気がしますけどね。うっすら街灯がつき始めました。最近は17時半には日が沈むようになりました。とりあえず正面の方に向かいますね。この北駅はパリにある6つの主要な SNCF のターミナルの一つで、フランス北部と近隣諸国を結ぶ鉄道の拠点になっています。北駅の正面に着きました。この北駅、1975年1月15日に歴史的建造物に指定されています。立派な駅ですよね。1861年当時の著名な13人の彫刻家に依頼した23体の彫刻で飾られていて、国外の目的地は高さ 5.5 メートルの彫刻、そして国内の目的地は高さ4メートルの彫刻で表現されているそうです。北駅の正面にあるホテルとステーキのチェーン店です。3年前にオープンしたドイツのホテルグループ25 Hours のパリでの最初のホテルです。ちなみにこの建物自体は1860年のものです。地下鉄駅を含む乗客数ではヨーロッパでは第1位、世界では第3位の駅と言われています。いかにも駅らしい屋根の作りが素敵でワクワクしますよね。ただ治安はどちらかといえば少し良くないので、まあビクビクする必要はないんですけれど、他の主要駅と比べると少し気をつけた方がいい駅だと思います。上を歩いているのはこれからユーロスターに乗る方々です。1994年からサービスを開始したパリとロンドンを英仏海峡トンネルで結ぶユーロスターです。乗車前にパスポートコントロールを受ける必要があります。上に見えるのはユーロスターの待合室です。こちらの真っ赤な電車はパリからベルギーのブリュッセルを経由してオランダ・アムステルダムを結ぶタリスです。1996年から運行しています。国が変わると車両もいろいろあるので面白いですよね。リール行きの TGV です。1時間でリールに到着します。ちなみにリールには TGV の駅が2つあるんです。 TGV に乗る際はこうして改札の前に係員に衛生パスを提示することが義務付けられています。 TGV 以外にももちろん地方に向かう電車はあります。このオー・ドゥ・フランスは2014年の領土改革で誕生したフランス北部の行政区で、フランスでは3番目に人口の多い地区になります。そういえば日本にも進出しているブーランジェリ大手チェーン店ポールの発祥の地はリールなんですよね。この北駅につながっている線路は地上に28本、地下に4本あります。ヨーロッパで一番大きいと言われているこの北駅はさすがに他の駅よりも一回り大きく見えます。この北駅でも2023年のラグビーワールドカップ、そして2024年のオリンピックをめどにプロジェクトがあったのですが、完成が大幅に間に合わないということと、当初見積もっていたコストの3倍弱になるということで、一部のプロジェクトが中止になったと2ヶ月前に発表がありました。なんとなく残念にも思いますけど、プロジェクトを中止にするという決断ができることに僕は個人的に感心しました。駅構内の雑貨店エマです。店内にはもうクリスマスツリーのオーナメントが出ていました。ということで翌日、すでにクリスマスの装飾がお披露目されているボンマルシェに来てみました。ロンドンに本社を置くリサーチ会社ユーゴブ社の調査によると、今
今年のクリスマスのフランス人の平均予算は240ユーロになるそうです。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれど、今 COVID の関係で国際的な輸送コストがかなり上昇してしまっているんですね。それで現在フランス市場で販売されているおもちゃの 57% はアジアで製造されているんですが、この海上運賃の高騰による生産コストの上昇で7割のおもちゃが平均で5ユーロほど値上がってしまっているようです。またおもちゃだけに限らず、他の業界でもアジアにある一部の生産拠点が COVID によって閉鎖されてしまっている関係で、この1年で一番大きな販売機会に品薄状態になってしまうのではと懸念されています。そういえばこの間知ったんですけど、プランタンの創始者もサマリテーンの創始者も元はこのボンマルシェの従業員だったんですね。今年のボンマルシェはジンジャーブレッドマンがテーマのようです。理由はちょっと分かりませんでした。それにしても綺麗ですよね。フランスも気温が随分下がって冷え込むようになってきました。皆さんもどうかご支配くださいね。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。